今日はつぼニラを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、つぼニラを作っていきたいと思います。作り方はもう切って漬け込むだけなのですごく簡単です。さらに今回はですね、そのつぼニラを使って簡単な炒め物レシピもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ニラ、お醤油、みりん、オイスターソース、お砂糖、にんにく、豆板醤、白ごま、ごま油。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずニラなんですが、今回たっぷり2束使って作っていきます。もし量が多いなという場合は全て半量で作ってみてください。味付けのポイントなんですが、オイスターソースですね。こちらを加えていただくと旨味とコクが出てとても美味しい仕上がりになります。お砂糖に関しましては今回ね、コクのあるきび砂糖を使います。こちらはお好みの通りを使っていただいて OK です。そしてニンニクですね。こちら2かけ使っていくんですが、1つはすりおろして1つは刻んでいきます。すりおろす方に関しましてはチューブタイプを使っていただいても OK です。どうしてもね、チューブタイプのニンニクしかない場合は刻むニンニクはなしで全部チューブタイプで補っていただいてもいいんですが、おすすめは生のニンニクです。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにニンニクですね。こちら両方ね、芽を取り除いていきます。半分に切ってこのように芽だけを取り除きましょう。このニンニクの芽はね、えぐみの原因になるので必ず取り除いて使うようにしてください。こちら側も同じように半分に切ってニンニクの芽を取り除きます。はい、 OK です。そしたらこちら一つは刻んでいきます。みじん切りにしてください。この刻んだニンニクがね、食感のアクセントになって、さらにね、ニンニクの効き方も変わってくるので2種類入れて作ってみてください。このように少し細かめに刻んでください。それでは続いてタレを作っていきます。まずはじめにこちらみりんなんですが、これはアルコールが含まれているので一度電子レンジで加熱してアルコールを飛ばします。電子レンジ 600W で1分加熱してください。はい、加熱しました。このようにね、小さい器で加熱するとボコボコ吹きこぼれてくる時があるので、ちょっと皆さんはね、大きめの器に入れて加熱するようにしてください。取り出す時もすごく熱いのでやけどには注意しましょう。そしたら器の中にみりんを入れます。そしてここにお醤油、あとはオイスターソース、そしてお砂糖、あとは豆板醤、続いて刻んだニンニク、そしてもう1個のニンニクはすりおろします。そしたら続いて白ごまと、あとは最後ごま油を入れます。これでよく混ぜましょう。お砂糖のね、シャリッという感じがなくなるまでしっかりね、混ぜてください。はい、 OK です。これでね、きちんと混ざれば OK です。あとはちょっと味見をしていただいて、もう少し甘い方がいい時はお砂糖を足してみてください。もう少ししょっぱくしたい場合はお醤油またはオイスターソースを足してね、調整してみてください。それでは続いてニラを作ります。ニラはさっと水洗いして水分をきちんと拭き取ってください。水分が残っているとね、日持ちが悪くなるので注意してください。そしたらですね、こちら先端を少し切り落とします。そしてだいたいね、4、5センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、ニラはこのように切ってください。ではこのようなジップ袋を用意します。ボウルの中でね、合わせていただいてもいいんですが、冷蔵庫で漬け込んだ時に冷蔵庫に匂いがつきやすくなるので、こういったジップ袋またはポリ袋などで漬け込んでいただくといいかなと思います。そしたらこの中にニラを入れます。はい、そして作っておいたタレを入れてください。そして少し空気を入れて一度口を閉じます。そして全体をシャカシャカします。タレをね、全体になじませてください。はい、 OK です。そしたら空気を抜きます。ちょっとね、上についてしまったタレもね、下に移動させます。あとは空気を抜いて
そして口を閉じてください。はい、こんな感じです。このようにしっかりね空気を抜きます。あとはこちらをバットなどに乗せて、そして冷蔵庫で2時間ほどつけてください。はい、漬け込み終わりました。こんな感じでしっかり味も馴染んで美味しそうに仕上がってます。それでは容器に移したいと思います。それではこのつぼニラを使って簡単なアレンジレシピを一つご紹介します。こちらこのまま召し上がっていただいてもいいんですが、炒めていただいても美味しいので、今回はつぼニラと、あとは豚バラ肉と、そして玉ねぎと一緒に炒めていきたいと思います。あとは塩コショウでね、少し味を整えていきます。お肉に関しましてはお好みのものを使ってください。ということで早速作っていきたいと思います。では作ります。まず玉ねぎをね、スライスしてください。芯は切り落としましょう。これで OK です。続いて豚バラ肉ですね。こちらは食べやすい大きさに切ってください。そして塩コショウで下味をつけます。大体で大丈夫です。はい、 OK です。それでは今から焼いていきます。ではですね、こちらフライパンを用意してください。ここにまずお肉を入れます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。お肉を広げながらね焼いていきます。丸まらないようにね必ず広げながら焼いてください。これでまずねお肉から油を出します。お肉からね油が出てきたらここに玉ねぎを入れます。そして一緒に炒めましょう。玉ねぎを加えたら少し塩コショウを加えます。それで炒めていきます。これで玉ねぎに火が通ったらここにつぼニラを入れます。そして炒めてください。つぼニラの味もねお肉についていくので、塩コショウは軽く振るぐらいでいいかなと思います。ニラを入れたらねさっと炒めるぐらいで OK です。はい、 OK です。これで簡単豚ニラ炒めの完成です。ぜひこちらもねやってみてください。はい、これでつぼニラの完成です。こんな感じに仕上がりました。今の状態だとね程よくニラのシャキッとした食感が残った状態になってます。少し浅漬けの状態です。こちらもっとつけたい方はもう少し時間を置いていただいても OK です。お好みで調整してみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。ご飯のお供にすごくぴったりです。卵かけご飯とか、あとはね焼肉のお肉と一緒に食べてもすごく美味しいです。ではこちら炒め物もいただきたいと思います。美味しそうですね。ニラもたっぷりです。ではいただきます。もうね間違いなくすっごく美味しいです。味はねもうしっかりついてるので、プラス塩コショウちょっとだけですごく美味しく仕上がります。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のニラ漬けのポイントです。まず一番初めに漬けだれを作ってください。漬けだれに入れるみりんに関しましては、こちらはねこのまま使うとアルコールの香りが強いので、一度電子レンジで加熱してアルコールを飛ばしてください。その時にですね器が小さいものでね加熱してしまうと吹きこぼれる時があるので、ちょっと大きめの余裕のある耐熱ボウルなどで温めていただくといいかなと思います。そしてその後他の調味料と合わせて、あとはニンニクもすりおろすんですが、ニンニクは1個はすりおろして、もう1つはね刻んでいただくとニンニクのちょっとした食感などもアクセントになって美味しい仕上がりになります。あとは風味の感じ方も変わってきますので、ぜひこの2パターンを入れて作ってみてください。もし面倒な場合はすりおろしだけにするか、もしくは刻んで入れるだけか、どちらかだけでも大丈夫です。そしてニラに関しましては、こちらはですね洗ってから水分をしっかり拭き取ってから作るようにしてください。そうすることで日持ちが良くなります。こちらはですねだいたい2日から3日ぐらいで召し上がってください。あとは切ったニラをジップ袋に入れて、そしてタレを加えて全体になじませて漬け込むだけなので簡単です。今回は浅漬けの状態で仕上げたんですが、もっとしっかりね味を染み込ませていただいてももちろん OK です。お好みで調整してください。なので漬け込み時間はね一度味見していただいて調整していただけたらと思います。そして今回は簡単なアレンジレシピもご紹介しました。こちら食材を決めて、あとはつぼニラを入れて炒めるだけなのですごく簡単です。豚肉と玉ねぎがねもう最高に合うので、ぜひこちらも合わせて作ってみてください。今回はね2束たっぷり使ったんですが、もし量が多いなという場合は半量で作っていただいても大丈夫です。その場合はね全て半量で作ってみてください。あと
ね、今回ね、豚肉と玉ねぎと炒めたんですが、ニラ玉風にね、卵と合わせていただいても美味しく召し上がっていただけます。ぜひこちらもやってみてください。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はニラ漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。